皆さん、こんにちは。ペンギンジャパニーズのポッドキャストにお越しいただきありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方に向けて、自然な日本語を聞きながら簡単に学べるようにお話ししているポッドキャストです。教科書の勉強に疲れちゃったななんていう時に、ぜひこのポッドキャストを聞きながら日本語の学習に役立ててみてください。皆さん、いかがお過ごしですか？最近朝晩がずいぶん寒くなってきました。私は寒くなってくると食べたくなるものがあります。それは鍋料理です。鍋料理というのは野菜や肉、魚などの材料を一つの鍋で煮てみんなで一緒に食べる日本の家庭料理のことです。寒いこの冬の時期になると、スーパーには鍋のスープやつゆなどがたくさん並びます。このつゆというのは、だしも調味料も入っていて、これ一つでいろんな鍋ができちゃう便利なスープです。最近はいろんな種類の鍋のつゆがあるので、家でも簡単にちゃんこ鍋もできちゃいます。ちゃんこ鍋とは後で説明しますね。日本では地域によって鍋料理の種類が変わってきます。例えば関東では寄せ鍋、関西ではてっちり、東北ではきりたんぽ鍋など、地域ごとにそれぞれ特徴があります。寄せ鍋というのは、いろいろな材料を一つの鍋に寄せて煮る料理のことです。名前の寄せるには集めるという意味があります。つまり肉も魚も野菜も集めて入れる鍋なので、寄せ鍋と呼ばれます。スープのベースは醤油味や塩味が多いです。昆布や鰹節で出汁を取って、そこに醤油やみりんを入れます。具は白菜、しいたけ、ネギ、豆腐、鶏肉、白身魚、エビなど何を入れても大丈夫です。タレをつけなくても食べられますが、ポン酢という酸っぱい醤油のタレやごまだれで食べる人もいます。味が優しく、家族みんなで食べられる日本の定番の鍋です。てっちりはフグを使った鍋料理です。フグは毒がある魚なので、専門の料理人しか調理できません。関西地方、特に大阪でよく食べられています。スープのベースは昆布だしが中心です。とてもあっさりしていて、フグのうまみが引き立ちます。具にはフグの身や白子と呼ばれるところ、野菜、豆腐などが入ります。タレはポン酢を使うのが一般的です。フグの淡白な味に酸っぱいポン酢がとってもよく合います。名前のてっちりという由来は、日本語で中毒になることを当たるというんですけれども、フグに当たると死んでしまうことから、当たると死んでしまう、鉄砲と呼ばれていることと、白身魚を煮る鍋のことをちり鍋と言って、この鉄砲とちり鍋が組み合わさったことから、てっちりと呼ばれるようになりました。きりたんぽ鍋は秋田県の代表的な郷土料理です。寒い東北地方でよく食べられています。きりたんぽというのは、炊いたご飯をすりつぶして竹の棒に丸くつけて焼いたものです。それを短く切って鍋に入れるので、きりたんぽと言います。スープのベースは醤油味の鶏だしです。鶏肉、舞茸、ごぼう、せりという野菜などを入れて煮込みます。香りがとっても良くて、寒い日にぴったりの鍋です。
タレを別につけることはなく、スープと一緒にそのまま食べます。ご飯の香ばしさとスープのうまみが合わさって、一度食べると忘れられない味になります。そして先ほどお話ししたちゃんこ鍋というのは、相撲力士の人たちがよく食べる鍋のことです。力士が毎日食べる食事の中心がこのちゃんこ鍋です。スープの味は味噌味、醤油味、塩味などいろいろあります。相撲部屋によって味が少しずつ違うのも特徴です。具は鶏肉、豚肉、魚、野菜、豆腐、うどんなどとってもたくさん入れます。名前のちゃんことはもともと相撲の世界で食事全体を意味します。だから鍋だけではなく、力士の食事そのものをちゃんこと呼ぶこともあります。タレをつけずにそのまま食べることが多いですが、ポン酢やごまだれをつけるときもあります。ボリュームがある割に野菜もたくさん入っているので健康的な料理です。私は冬になるとキムチ鍋をよく作ります。少し辛くて体がポカポカ温まるからです。材料を切るだけですぐ食べられるし、冷蔵庫にある野菜を何でも入れられるのも便利です。時間がない時にはもう鍋にしようと思ってキムチ鍋の素を温めて野菜と豆腐、そしてキムチ、豚肉を入れることにしています。鍋のいいところは温かいだけじゃありません。家族や友達と一緒に食べると体が温まるばかりでなく、心もほっとするんです。ぐつぐつ煮える音を聞きながら食べる時間ってなんだかとっても楽しい。今年の冬はやっぱり寒くなりそうだとニュースで言っていました。寒い季節には温かい料理が一番ですよね。日本では鍋パーティー、短く言って鍋パなんて言葉もあるくらい、大勢で鍋を囲んで食べるのが大好きです。皆さんの国にも鍋みたいな料理ありますか？今度ぜひ教えてください。はい、今回はここまでです。今回は日本の鍋についてお話ししました。ペンギンジャパニーズのポッドキャストでは YouTube で日本語のスクリプトを紹介しています。よろしければそちらも見てください。また次のエピソードでお会いしましょう。それではまたね。